はい、はじめまして、カズダ・ミノタウラと申します。今回はエスケープ・フロム・タルコフのグラウンドゼロについてマップだけに集中して説明していこうと思っています。このマップだけに集中して説明するっていうのなんですが、もともと自分でも地図を覚えたいと思っていて、これまでに簡単な脱出口の動画を投稿してきたんですね。で、その中でグラウンドゼロの中谷ベースメントステアーズっていう脱出口の動画に、英語で not working だから動かねえよっていうコメントをいただきました。このコメントを見て、かなり切実な状況だったのではないかなっていうふうに感じたんですね。理由については後ほど説明しますが、タルコフでは脱出口に着いたつもりでも脱出できないみたいなことがあります。場所が単純に違う場合もありますし、そのレードで使える脱出口ではない場合もあります。この点については後ほど説明します。ただ始めたばかりの人にとってはそもそも何が間違ってるのかわからないっていう部分が大きいと思うんで、実際自分もそうだったんですけど、自分には一緒に配信してくれるツインさんっていう友達がいて、彼がかなり親切に説明してくれました。ただその説明してくれてる状況でもですね、周りで銃声が鳴ってたりとか、医療器具をどう使えばいいのかわからない、怪我もしているみたいな状態で、説明してもらっても正直ほとんど頭に入ってこなかったっていうのがありました。そういう意味合いでは、エスケープフロムタルコフっていうゲームは実際の戦闘に近い混乱や、緊張感を疑似体験できるっていう意味で、素晴らしいゲームだと思う一方で、逆に言うとそこで真剣に取り組まないといけない。もうここまでやらないとわからないみたいな、かなり敷居の高いゲームでもあります。そこで今回は戦闘が起きないモードに切り替えて、グラウンドゼロの地図がどうなっているのかだけに集中して説明していきます。はじめに言っておきますが、この動画は攻略ルートや戦闘の解説ではないです。目的はグラウンドゼロというマップの全体像をつかむことだけです。構成は4つに分けます。まずチュートリアルで通った、またはこれから通るであろう道をたどります。その後で、地図全体の構造、それからそれぞれの建物と地下への入り口、そして地下通路をそれぞれ分けて説明します。重複する部分もあるかもしれません。ただ、できるだけ、丁寧にご説明できればというふうには思ってます。なお、今回の動画では脱出口そのものの細かい説明は扱いません。脱出口については別の短い動画を用意する予定です。理由はシンプルで、今まさに困っているから出口だけを今すぐ知りたいんだっていう方もいると思われるからです。この動画ではまずグラウンドゼロの地図を理解することに集中します。また動画についてはテロップをつけてもよかったんですが、字幕で他の言語で見る人がいるかもしれないんで、テロップ的なものが欲しい場合は字幕を活用してください。ここからその点について英語で説明するので、英語で話しますがすぐに日本語に戻しますので、安心して視聴を続けてください。Right, I could have added bound in text captions to this video. But some viewers may want to use subtitles in other languages. So, if you want text support while watching, please use the subtitle function on YouTube. はい、では早速 PMC でグラウンドゼロに入っていきます。PMC でグラウンドゼロですね。で、時間を昼間に合わせて次を押すと、このゲームでは、プラクティスモードという練習用のモードがあります。で、このプラクティスモードを、可能にすると、通常のレイドとは違ってマップを確認するための練習などができます。まずゲームセッティングの中で AI の設定があるんですが、すいません、英語のままになってますけれども、これを英語の場合は None ですね。日本語の表示ではおそらくなしみたいな設定になってると思うんですが、これをすると、敵が出ない状態でマップに入ることができます。敵がいなければ銃声や戦闘に邪魔されず地図だけをじっくり確認できるので、
今回の動画でもこのプラクティスモードを使ってグラウンドゼロの構造だけを一緒に見ていこうと思います。また、このプラクティスモードでは、敵を出した状態で練習することもできます。オンラインと同じような形で AI を出すとか、少ないとか、中断とか、量が多いとか、集団で来るよとかっていう設定までできるんで、そういった形で、選択できますし、ディフィカルティも選択できますし、ボスも出すか出さないかっていうのが選択できたりもします。あと、機構の設定とかですね。時間をランダムにするとかっていうのも設定できます。こういった形でいろんな練習ができるようなものになっているので、最初は AI をなしにして地図を確認して慣れてきたら敵を出して移動や戦闘の練習をするっていう使い方もできます。今回はあくまで地図の、確認が目的なので敵が出ない設定にして進めたいと思います。視聴されている方もぜひ同じようにプラクティスモードを使ってご自身の画面でもグラウンドゼロを歩いてみていただいてはいかがでしょうか。はい。ではこの設定で先に進めようと思います。はい。では実際のグラウンドゼロのマップでチュートリアルの道順をたどってみます。チュートリアルがまだ終わってない方には、できるだけ苦痛が少なくて、済むように、確認として、すでにチュートリアルが終わっている方には、グラウンドゼロの記憶を思い出すための復習として見ていただければと思います。はい。で、チュートリアルなんですが、この辺りから始まってですね。で、ここにあるテーブルの上とかにいろいろ物が置いてあって、多分この辺りにテープとかがあって、テープを探せって画面の右下に出てたりとかしてるので、それも見て確認してください。で、医療器具とかがいっぱい置いてあったりとかして、ここで物が拾えます。で、向こう側の奥に通路があったり、ここに階段あったりするんですが、ここは多分塞がれてたんじゃないかなと思いますね。で、奥に死体くんがいて、漁れるんですけど、チュートリアルの時は基本的には、食料とか医療器具とか、あと、ひょっとしたら、後で拾う銃の弾薬とかが拾えるかもしれないんで、そういうの以外はあまり拾わなくてもいいかなと思いますね。武器のパーツとかすぐに使えるものでもないですし、あまり拾うと重くなって、戦闘がやりづらくなるかもしれません。いずれにしろ、こんな感じで、物をいろいろ探りながらですね、ひょっとしたら地面にこういうのが落ちてて、こうやって漁ることができるかもしれないです。だから食料みたいな、缶詰みたいなものなんかとか、水とかがあれば拾っていったらいいんじゃないかなと思いますね。で、ここが正面玄関なんですけど、ここも通路塞がれてたんじゃないかと思います。ここの奥にある通路をまっすぐ進んでいったっていうような形ですね。で、チュートリアルだとここに死体くんがあったんじゃないかなと思うんですけど、その脇に銃がここに立てかけてあったと思います。MPX っていう銃がですね。で、死体くんの足元にマガジンが3つほど転がってたのと、おそらくサレワっていう医療器具も落ちてたんじゃないかなと思います。そういうの開います。で、武器に関してチュートリアルだけで言うと、拾ってもジャムを起こしてる、要は故障しててすぐ使えないという状態なので、L キーを押して武器を確認した後で、シフトキーを押しながら T を押して、ジャムを解除するっていう、ことをしないと武器が使えないっていうトラップがここでありました。で、とりあえず使えるようにしたら、まっすぐこの通路を抜けて、この奥の左手にある駐車場に行ったはずです。で、ここの駐車場のこのあの辺とかに
スカブ、敵がいて、撃たれたりして怪我してどうしたらいいんだってなったのかなって思うんですが、実際僕はなりましたけど、で、なんとか頑張って倒して、この駐車場を通って、で、あそこに出口あるんですけどね、死体が転がってたり、自分が倒した死体がその辺に落ちてたりとかして、ここが、駐車場の出口になります。で、チュートリアルの画面とちょっと違うのは、おそらくここにバリケードが貼ってあったんだと記憶してるんですけど、このバリケードの土のなんかを飛び越えて、メインの通りに出て、で、あのビルに向かうように他の通路が全部塞がれてたんじゃないかなと思います。で、あのビルの方に向かう途中であそこに敵がいたりとかして、で、この辺にある地面にあるものを踏んで怪我して、なんでだってなって、で、この辺に多分あったと思う。クレームは踏んで大怪我したりとかして、散々な目にあって、で、どうやらこのビルに入れというようだということで、このビルに入ったものと思われます。はい。で、向こうにある通路も多分塞がれてたんじゃないかなと思うんですけど、ここで右奥にあるこの通路ですね。この建物の入り口から見て右手の奥にあるこの通路を通って、ここにも敵が何体かいて、で、奥にある階段を下に降りていって、降りていって、で、右下に死体があって、でもここにも敵がいたりして、で、この通路なんとかかとか通り抜けて、んで、この左に行って、左手奥はエレベーターの待合所ですね。で、ここのガラスに突っかかって、なんで先に進めないんだ、ガラスがあるじゃねえかってなって、で、ここに出たところで外からスカブに撃たれてってなったんじゃないかなと思います。ちょっとチュートリアル限定の話なんですけど、多分この辺りとかに死体が落ちてて、その死体の周りに LEDX、通称レディックスって言われてる、貴重な、物資が手に入るらしいので、まだチュートリアル終わってない人は探してみてください。おそらく検索すれば解説してくれてる動画があると思います。で、なんとか外のスカブをなんとか頑張って対応して、外に出て、で、この地球儀があって、この左の奥のここの一番奥に、緑の煙が立ってて、ここに来て初めて脱出でチュートリアル終わりっていう形になったんじゃないかなと思います。じゃあ、来た道と逆順通ると全く違う景色に見えるんで、このまま逆順に全く同じルートを通って、元のところに戻っていきたいと思います。ちょっと走りますね。階段を上がって、通路を通って、はい。で、ここから外に出るんですが、ここからも出れます。はい。ここで一旦戻ってきました。はい。
こで一度地図を見ながら今通ってきたチュートリアルのルートがどんな経路だったかを確認します。チュートリアルでは、まずテラグループ、ここですねの、中央の出入り口付近で、スポーンして始まりました。そこから建物内の通路を通って駐車場に出まして、で、いろいろスカブとかと戦いながら、先に進めてこの出口に向かいました。で、出口から外に出て大通りを、進んでこのビルに入って、で、ここで、ビルの中に入って右側奥にある通路を通って、階段を降りて、で通路を通ってこのビルの表側に出て、で、外に出て左に行って、ここが脱出口になっていた感じです。はい。で、同じ経路を通って戻ってきて、今はここにいる感じですね。で、ここからなんですが、実際の画面は後で見ていただきますけれども、1番って書かれてるここがあって、下の、地下通路の地図にここにも1番っていうのがあります。ここが一致してます。で、ここから、これからは、このビルの脇を通って、このビルの脇を通って、エマーコンのチェックポイントを確認した後で、ビルの脇を通って、一旦駐車場の出入り口のメインの通りのところまで行こうと思います。はい、ここからなんですけれども、説明をさせていただいた1番の出入り口ですね。ちょっと分かりにくいんですけど、ここに地下に入る1番の通路があります。遠目に見るとこんな感じ。こんな感じですね。ここに1番、なんかこの1番がそれに当たるのか分かんないですけど、この1番の出入り口が、地下通路の入り口の1番と、符合してますよっていうことで、ここから、スカイサイドの、ビルの横を通りつつ、ここのなんかドリンク売ってたっぽいところを通りつつ、ちょっとよくわからない建物を右手に見つつ、左手にトラックがあって、この脇を通り過ぎて、あそこに医療テントっぽいのがあってですね。医療テントがあって、救急車があって、ここがチェックポイントです。今はちょっとこのまま出ちゃうとあれなんで、出ませんけど、ここが、エマーコムチェックポイントってなってます。はい。では、ここがユニティクレジットバンクってなってますね。地図にも書かれてるんですが、ここを通り過ぎて、壁沿いにずっと走っていくと、ここがチュートリアルで出た、駐車場の出口で、ここがメイン通りになります。
では、メイン通りを実際に歩きながら地図と照らし合わせていきたいと思うんですが、ただその前に一つとっても重要な、注意点があります。冒頭で中谷ベースメントステアーズの動画に Not Working というコメントをいただいた話をしたんですけれども、この理由として考えられるのが PMC ではスポーンした地点によって使える脱出口が変わるという仕様です。逆に言うと、グラウンドゼロにあるすべての出口が毎回必ず使えるわけではありません。例えばエマーコムチェックポイントに行ったらそこが常に空いてるかというとそうじゃないんですね。それに、出口によっては特別な条件が必要なものもあります。例えば鍵が必要だったり、わかりやすい点で言うと、ここのタクシーですね。タクシーに関しては、5000ユーロぐらいを払わないと使えないとかっていうのがあったりします。条件が難しい出口については別の動画で詳しく説明するんですが、この動画ではまず初心者が、最初に覚えるべき、条件なしで使える主な脱出口に集中します。グラウンドゼロで覚えたいのは、まずはエマーコムチェックポイントと、中谷ベースメントステアーズになるんですけれども、これですね、ざっくり言うと、マップのどちら側にスポーンしたかによって使える出口が変わる形になってます。例えば、マップの北側、こっち側でスポーンした場合は、中谷ベースメントステアーズに行きなさいよってなりますし、マップの南側、こっち側でスポーンした場合は、エマーコムに行きなさいよってなります。ざっくりそういうふうに言えるんですけど、ただここは必ずゲーム内で確認していただきたいんですね。確認方法はキーボードの O キーを2回押すことです。O キーを2回押すと、画面右上に今回のレードで使える脱出口が表示されます。この一覧に表示されてない出口はそこに行っても基本的には脱出できません。なのでグラウンドゼロに入ったらまず最初に O キーを2回押して今回は自分はどの出口から出られるのかっていうのを確認してください。今回の動画では現地を歩きながらそれぞれの出口の場所も簡単に触れていきます。ただ出口の細かい条件や正確な脱出カウントの位置については別の短い動画で確認できるようにしていきたいと思います。はい、ここからなんですが、まず説明させていただいた、大きいを2回押すと出てくるっていうのがこれですね。で、緑になってるエクスピル02エマーコムチェックポイントっていうのが、使える出口ってなってます。もし、スポーンが北側のこっち側サイドだったら、左奥にある中谷の方が、脱出口になるっていうような形なんで、毎回どっちになるかっていうのが、明確には分かりづらいと思うんで、必ず大きいを2回押してこういう風にどこから出れるのか確認をした上で、向かう先を決めてください。はい、駐車場の出入り口付近、ここに戻ってきたので、今度は、このメイン通りを南下しつつですね、こういった形で通って、ここにちょっと細かいで見えにくいかもしれません。ASAP って書かれてるところがあるんですけど、ここがASAP ワイナリーっていう、ワインを売ってる場所ですね。があるんで、そこに一旦立ち寄って、また戻って、で、3番のここですね。ここと符合します。ここの一応確認するっていうところまで見ていきたいと思います。はい、では実際に、駐車場の出口の大通りから、南に向かっていきたいと思います。ちょっと霧が出てて分かりづらいで申し訳ありません。ここがスカイサイドのビルですね。プレミアとかって書いてあるところがあって、こっちが駐車場で、
こから見えるこの大幅にぶっ壊れてるビルとそれにつながってるであろうビルのここですね。これがテラグループです。チュートリアルが始まる前の動画のところで、青色の光が天井に向けて抜けていくみたいな、シーンがあったと思うんですが、あれがこれですね。で、ちょっと駐車場も外から見ると違った景色に見えると思うので、駐車場もちょろっとだけ見ると、あそこに白い車がありますね。駐車場の入り口のところで、なんかこう、スキャブから身を守ってくれる白いバンですね。で、一旦ちょっとメイン通りに戻りますが、で、スカイサイドを右手に見ながら、こう、南の方に進んでいくと、はい、ここで地図に出てくる ASAP って書かれてる、ASAP ワイナリーがここにあります。ちらっとだけ、後でまた細かくは見ますけど、こんな感じのワインが大量に置いてあるところがありますね。じゃあ、一回メイン通りに戻って、で、ここさらに南に行くと、右手になんか軍用車両が、放置されているところがあって、下にスロープ上に降りていくような道があって、ここから覗くと、ここに、地下に続く通路、3番って書かれている通路がここになります。スロープで下に降りて、さらに下に降りていくっていうような形ですね。はい。はい。次にですね、一旦メインのここから今ここにいて、メインの通りに戻って、ここを南下して、ちょっと見えにくいんです。ここのビルにかぶってしまって見えにくいんですが、メイン通り、こことこの道が T 字路になってます。一旦ここまで来て、ここから、これですね、ポリスコードン VEX、まあ、いわゆるタクシーですね。タクシーにいるところまで行ってみたいと思います。はい、さらにここから、一旦メイン通りに戻りまして、で、さらに南下していきます。テラグループのビルがこっちですね。で、中谷のビルが奥にありますが、南下して、しばらくすると、ここが T 字路になってます。いろいろ障害物があって分かりづらいかもしれないんですけど、ここが T 字路になっていて、左側がテラグループ、右側がエンパイアビルってなってるんですけど、ここをまっすぐ進むと、この奥にエンジンがかかった車があって、ここに、5000ルーブル払うと、脱出できます。こんな感じで、1分後に脱出できますよっていう風になるんですけど、まあ、今回ちょっと出ないんですけど、離れると出られなくなっちゃうんで気をつけてくださいね。はい、ここで、今、ポリスコードン VEX タクシーのところまで来て、確認ができたので、ここから、元の通りに戻って交差点、この T 字路の交差点ですね。交差点から今度は、ずっと南を通っていきつつ、このキャピタルインサイトを右手に見ながら、中谷ベースメントステアーズがある中谷ビルまで行って、この中を確認したいと思います。はい。じゃあ、タクシーの出口が分かったので、一旦メイン通りのところまで戻ります。
こが T 字路ですね。T 字路でさらに南に進もうと思います。右手に見えるのがフュージョンというビルですね。で、左手に見えるのが、エンパイアビルなんですけど、ここに入ってるのがタワーバンクっていう風になってます。フュージョンの方をちょっと一旦見てみると、後で建物の中はお話しますけど、ここがレストランみたいになってるところですね。ここが1階で2階にも同じような形のものがあります。メイン通りに戻って、こっちと向こうと基本的に同じ方向を向いてるんで、タワーバンクって書いているこの通りを南にさらに進んでいくと、フュージョンの端がここまで続いていて、フュージョンとキャピタルインサイトっていうビルの間のここのちっこいところになぜか、車屋さん、カーディーラーがありますね。この内部は細かく説明しないので、さらっとだけ中入って見てみると、こんな感じでなんか2階に上がれるところがあったりします。特にタスクで1回来たぐらいだったとは思うんですが、特にあまり立ち寄ることはないビルなのかなと思いますけど、はい。フュージョンとキャピタルインサイトの間に車屋さんがあって、さらにメイン通りを南下していくと、右手に、見えてきたのが、キャピタルインサイトですね。ここにもキャピタルインサイトって書いてます。はい。で、キャピタルインサイトのビルを右手に眺めながらさらに、道沿いに歩いていくと、いろんな建物あるんですけど、ここから見るとわかるかな。中谷って書いてるんですよね。はい。この中谷のビルの中に通路があって、ここ奥まで進むと、この辺りで確か脱出できるようになると思います。ちょっと時間がなくなってきたんで、一旦僕自身脱出しようかなと思いますね。タクシー出てるわ。一回払ったらタクシー出ちゃうんですね。はい、なんとか戻ってきました。じゃあ今回は、マコンから脱出して、後で中谷の方から、開始しようと思います。はい、中谷ベースメントステアーズが確認できて、今ビルの中にいるんですが、ビルから一旦出て、今度は、このメインの通りを一旦戻りつつ、ここのキャピタルインサイトの脇と、フュージョンの脇をこう一旦どういう風になってるのか、確認した後で、フュージョンのこっちの道ですね。この脇道を入って、ここから下に降りれるようになってるので、ここに下に降りるところまで見ていきたいと思います。で、ここの
ビルの中を確認したいと思います。はい、改めて、プラクティスのモードでレイドを開始して、中谷のビルに戻ってまいりました。ここからじゃあ、先ほどお話しした通り、今度は北の方に向かいつつ、キャピタルインサイトの脇の道と、フュージョンの南側がどういう風になっているのかを見て、で、フュージョンの、北側の通路を通って、まあ、ここが地上階だとすると地下階、に当たる部分まで行ってみたいと思います。ここがキャピタルインサイトですね。ここに書いてますね。ここの2階とか3階か。3階に、パソコンの部屋があったりして、で、キャピタルインサイトの左側はなんかこういう遮蔽物があったりして、で、ここは行き止まりになってます。下行けそうですけどね。はい。ここも、行き止まりになっていて、こんな感じで先に進めなくなってます。フュージョンの中は後ほど説明しますけど、まあ、軽くオフィスがあったりもしますね。で、このフュージョンの脇を通り過ぎつつ、北側の方に向かいます。ここがメインの通りで、向こう側がタワーバンクがありますね。で、フュージョンのビルの脇を通りましょうか。ここが、レストランになってて、なんか、ロシア語でなんか書いてるところがあって、ここは地図にもあるオアシスっていう場所ですね。があります。実際僕、ここの中はあまり入ったことないかなって感じですね。多分、何もないんじゃないかな。で、ここのスロープのところ、向こう側が、タクシー乗り場になってますね。ちょっと霧が濃くて見えないんですけど。あそこがテラバンクで、あそこがエンパイアビルですね。で、フュージョンのビルの北側の通路をこうやって抜けると、こんな感じで、下に続く道があります。なんかバイクが転がってたりとかして、人が転がってたりして。で、ここでスポーンすることがあって、で、僕ここ行き止まりだと思ってたんで、ここに逃げ込んだら、上からスカブが来て襲われたってことが一回ありましたね。なんで、ここ、安全地帯じゃないんで注意が必要です。で、実際ここでスポーンすることがあるんですけど、ここはビルの内部が特にないので、ちょっとだけ中入って説明させていただくと、こういうところに PC があったりとかして、割と忘れられがちな、ここにも PC があって、ここにコンテナがあってみたいな、ちょっとしたルートがあるようなとこですね。こんなところにもコンテナあって。はい。で、注意が必要なのが、こことか、この段ボール付近とかは、地雷が埋まってて、僕も何回か知らずに踏んだことがあります。なんて日だって思いましたね。
はい、ビルの中が確認できたので、今度は、この通りをこのまま進んで、3番のスロープの道路の一番下のところまで行って、実際にどういう風になってるのかを確認した上で、ミラーアベニューってここに書いてある、ここですね。ここを一旦確認したいと思います。はい。で、ここの前の通路をずっと通っていくと、ここが上から見たときに下に向かうスロープみたいになってたとこで、ここは3番って書かれてる場所ですね。で、こっちからも地下に向かうことができます。で、ここから先が地下通路になるんですけど、この脇のところに鍵で開ける部屋がありますね。はい、一旦戻ってきました。で、スロープ以外にもここに階段があって、この階段を上がると、初めの方にお話しした ASAP ワイナリーがここにあります。ノーブエアとかありますね。塞がってますけどね。で、地下と言っていいのかわかんないんですけど、あっちが地上階だとすると、こっちが地下階になるのかなって感じですが、ここが、地図でいうところのミラーアベニューっていうところになるんですけど、ここに帰ってって、これ多分ロシア語で、スナイパーがいるって書かれてるんじゃないかなと思われるんですが、ここから先に行くと、グリーンフレアを上げないとスナイパーで撃ち殺されるよってなってるんで、ここは行かない方がいいと思います。ミラーアベニューで、どういった風になってるのかっていうのが確認取れましたんで、今度は、このスカイサイドの下の道ですね。チュートリアルの脱出口がここにありましたけれども、この下の道を迂回して階段を上がってエマーコムの方向に進んで、一旦地上の説明を終わりたいと思います。はい。で、このドアを開けると、ここがチュートリアルで出た脱出口ですね。で、ここがスカイ、サイドの、表玄関側になりますよって感じです。で、あまり触れてなかったんですけど、ここにコーヒーショップありますね。で、ここがチュートリアルの出口のところです。この前を通って行くと、ここに上に上がる階段があって、ここにトラックがあって、あそこにユニティクレジットバンク、つまりエマーコムの出口があるっていう形です。ここが、このまま先に進むと、ここですね。
につながってます。で、ここから脱出できますよって形になってます。エマゴムですね。今回も大きいを2回押すと、エマコムチェックポイントっていうのがエクスピル02に指定されてるんで、ここから出れるようになってます。ここから出ちゃいます。はい、ではここから実際にですね、建物の内部を確認していこうと思います。せっかくなんで外の道をたどりながら進んでいくことになるんですが、開始は1番のこの出口から開始します。で、1番から出て、メイン通りを進んでテラグループの、内部に入って、テラグループですね。ここの建物の内部で、まだ説明できてない部分に関して、説明をまずしていこうと思います。はい、では、建物の内部の話をさせていただこうと思うんですが、まず、地図でご案内した通り、テラグループの内部からご説明させていただきたいと思います。まっすぐ、メインの道路を通過して、ここですね。正面の玄関のところからまっすぐテラグループの方に入っていきます。はい、でチュートリアルで開始したこのスポーンの地点から、テラグループはすでにここの通路に関してはお話しさせていただいたので、奥の通路の方から説明させていただきますね。その後2階に行きます。奥の通路をこう中入っていくと、ここが、行き止まりになっていて、ここに、哀れな姿のサイエンティストさんいるんですが、彼の懐を探ると、サイエンスキーっていう、サイエンスオフィスキーっていうのがありますので、これを拾っておきます。このマップの説明の動画では、基本的に鍵のありかとかそういった話は特にするつもりはないんですけれども、ここだけちょっと特殊なのでご説明させていただきます。で、ここの2階の方に上がっていく感じなんですが、2階にホールウェイみたいな感じのところがあって、あそこに死体が転がってたりして、奥に入るとエレベーターの前の広場みたいなのがあって、ここに2つドアがあります。この右側のドアがさっき拾った鍵のドアで、鍵を使って開けると、こんな感じで、中にいろいろ拾えたりとかですね、パソコンがあったりとかするところがあります。で、タスクでハードディスクとかが湧いたりとかするところもあるんですけど、ここから外に向けて、結構見晴らしのいい場所でもあるので、スナイパーさんがいたりもするんじゃなかろうかと思います。PVE の場合は、ここに、AI が入ってくることはないんで。で、その隣のドアですね。こっちは鍵なしで入れます。はい、こんな感じで結構奥まで広くあって、外からも見えるし、外を見ることもできるような環境ですね。
奥までいろんなものが雑多に落ちてるような感じです。で、こっちから入ってきたんですけれども、この部屋の前の通路はこんな感じで奥に行くようになっていて、奥は行き止まりです。こういった感じでね。で、ここの通路を通ってぐるっと回ることができます。ここで一周した感じになりますね。はい。以上がテラグループでした。ちょっと開始地点まで戻ります。はい。では次にですね、テラグループの、表玄関から出て、メイン通りに戻って、今度はスカイサイドのビルですね。まだご案内できてない部分に関して、内部の状況を確認していきたいと思います。はい。では、ここからですね、地図で、ご案内した通り、今度はテラグループからスカイサイドに向かって歩いていって、スカイサイドの内部をご説明させていただきます。中央の広場を通り抜けて、はい、スカイサイドのビルですね。ちょうど ASAP ワイナリーが、表に見えてるんで、ここから見ていくと、ASAP ワイナリーはこんな感じで、ワインがいっぱい並んでて、こんな感じの作りになってます。はい。で、ここのカウンターの奥に入っていくと、業務用の入り口があって、裏の通路に入ることができるようになってますって感じです。一回外に出て、今度はチュートリアルでも出入りしたこっち側ですね。まあ割れたところどこでも入れるんですけど、こういったとこ割って入ることもできますね。で、ここから入って左側のこっち側、スタッフオンリーって書いてるところですね。こっち側を入って、こっち側は行き止まりなんです。こっち側が先ほど見た、ASAP ワイナリーの、業務口になってます。でここから表に向かっていくこともできますよ。で、ここは2番の地下通路の入り口がここになってます。ここから下に行くと、地下通路の2番の入り口になってる感じですね。こっちの上は行き止まりです。こんな感じになってます。ノールートって書いてあって、本当にノールート、何も取るものがないんですけど、こんな感じになってます。で、右側の奥はチュートリアルのご案内した時と同じように、下に抜ける道が通ってます。はい。スカイサイドの、建物内はざっくりこんな感じになってます。はい、スカイサイドのご案内を差し上げて、スカイサイドの表口のところに出ました。ここからメイン通りを下って、エンパイアビルですね。こちらの内部について、ご案内していきたいと思います。はい、スカイサイドから、今度はエンパイアの方ですね。に向けて歩いていって、2番の地下の入り口をご案内差し上げましたけど、ここが3番。ここから下に降りたところが3番の地下通路への入り口ですね。で、4番がエンパイアの
ビルの中にあります。エンパイアビルの、テラグループ側から入るのは、まあ、どこからでも入れるんですけど、こういったドアとか、ここも入れますし、ここもまあなんとか入れますし、ここからも入れるし、この端からも入れます。で、左端から入っていくとこんな感じで、多分上がホテルっていう設計なんじゃないかなと思うんですが、ここが行き止まりで、こういった、まあ、バッグが時々落ちてたりとかするスポーン。で、ここは行き止まりになってますね。はい。で、エレベーターのホールがここにあって、レセプションっぽいところがこうあって、奥に入る通路があります。はい。ここちょっと外からも見てみたいので、ターバンクの方から見ると、まあ、しゃがめばここから入ることもできるんですが、まあ、ここからドア通って入れたり、この車の陰にもドアがあって、ここから入ることもできますよと。で、テラー窓口みたいなのがここにあって、真ん中に開いてるなんか穴、壁薄って思うんですけど、ここ通るとさっき入ったあそこの入り口のところにつながります。ここは窓口裏まで行けるんですけど、ここの一番後ろがちょっと注意が必要で、あそこに見えてるクレーモアが、トラップになってて、ここ入ると爆発して死にます。で、鍵は、確かこっち、右側だったと思いますね。鍵があるとここ入れて、中ルートできるっていうような感じです。はい。で、業務用のエレベーターの通用口があって、はい。で、ここが、4番。3って書いてるけど、何って書いてるんでしょうね。4番の地下通路への入り口がここになります。はい。で、ここは上に行くことができて、こういったところに、ルートできるところ、箱があったりして。で、ここに、鉄条網というか、ジャラジャラがあって、ここ登ると、鉄条網を避けて入ることができるんですが、入ったら、なんかビデオをレコードしてるところとかがあって、ここにクレートがあったりして、奥にロッカーがあって、こっちの左側にも、業務用のエレベーターの通用口があって、こういったクレートっていうか、箱があってルートできたりとか、こうしゃがんだら入れて、こういった、まあ、PC があったりいろいろですね、ルート、漁れるところがたくさん、あそこの PC とか、この机の上に、あそこにブリーチがあったりとかしますね。で、こっち側にも PC があって、この机の上にもこんな、弾が落ちてたりとかします。で、こういったクレートもところどころあって、こいつがマシンガンですね。タスクで確かあったと思うんですけど、これ F キーで操作始めて、右クリックで狙いを合わせて撃つことができます。で、右クリックで、照準を外して、で、これ僕分からなくて敵から撃たれまくったんですけど、外から。F キーを押すと再度離れることができます。はい。で、他にもこういったルートするところがいくつかありますね。箱とか、軍用クレートとか。こ
こにも軍用クレートが湧くときありますね。こんな感じです。はい、じゃあ一旦外に出ますね。はい、ではこっち側に出ます。はい。はい。それではこちらのエンパイアビルのタワーバンク側から、開始して、次はフュージョンの内部について、ご案内させていただきたいと思います。まずは、右側のオアシスっていうところの内部を見て、それから外回りから、外回りを見ながら、フュージョンの南側ですね、レストランであったりだとか、オフィスだったりとかの内部について、ご案内させていただきたいと思います。はい、ここからなんですけど、地図でご案内した通り、フュージョンのビルの内部を確認したいと思います。まずはオアシス側からですね。こっちは僕も正直あまり来ることなかったんで、あまり知らないんですけど、左側から入る通路と、右側から入る通路があって、で、奥の左奥ですね。ここにも通路があって、ここが、レストランの方の裏口に入ります。レストランは後でご説明しますけど、で、ここの、ドアを開けると、階段があって上に上がれますよと。で、ここのドアを開けて、内側が開いている空間が広がってるような感じですね。それぞれの端にこんな感じのちょっとしたラウンジっぽい作りになっていて、こっち側もなんか置いてあったんだろうなって思われるような形になっています。はい。じゃあ元に戻ってはい、オアシスの内部がこんな感じでした。はい、では今度はオアシスの表側からフュージョンのビルの、南の方に向けて歩いてきて、ここですね、何回もお見せしているレストランの入り口がここになります。ここ裏でつながってるので、裏口から見ていこうと思います。この階段を降りて、死体袋とか転がってて、で、フュージョンのビルの端側はここから出入りすることもできます。窓割れてるってだけなんですけど、出入りすることもできて、ここからも入れますし、ここからも入れますよってなってて、ここを奥まで入っていくと、こんな感じで階段があってっていうような構造になってます。で、こっち側に行くと、給湯室があって、ここもちょっとしたオフィスみたいな感じの場所になってます。
ちょっとしたオフィスの方には、ここなんか上がれるようにしてくれてる。ここですね。ここから入ることができて、ここはまあテーブルの上にいろいろ落ちてたりとか、こういったところに PC があったりとか、まあ、クレートがこんなところに落ちてたりするときもありますし、あとロッカーここにありますね。あっち側サイドは机の上になんか落ちてることが多いです。ここが通路になっていて、さっき見た給湯室があって、で、ここに入ることができますよって形です。で、こちら側の階段は後ほどご説明差し上げますが、こっち側左手奥に入っていくと、こんな感じの、ここ行き止まりで、ここはなんか従業員用の何かかなって感じですね。で、トイレがあって、こっちに来ると、レストランの表側になります。で、ここ奥に行くと、ここにこういうクレートが落ちてたりして、この奥にドアがあって、先ほど見たオアシスの裏手側に出ることができますねって形ですね。で、こっち側サイド、レストランのこっち側サイドには螺旋階段があって、ここから2階に上がれますって形です。で、構造上は一緒なんですね。ここも行き止まりですけど、1階と構造はほぼ一緒で、ここの裏側に入って、こっち側は行き止まり。こっち側が通用口になってて、ここに階段があります。ここに死体が転がってたりして。で、ここの上は行き止まりです。ここ下降りていくと、先ほどの場所に戻ってきます。で、ここからさらに下に行くのが、5番の窓口ですね。地下通路の5番に行く窓口になってます。はい。っていうのが、フュージョンビルの内部でした。はい、建物の内部構造なんですが、フュージョンの、5番の出入り口付近から開始してですね、一旦外に出て、キャピタルインサイトの内部についてご案内させていただいた後で、最終的に中谷のビルから脱出していくっていう形の流れでご説明していきたいと思います。はい、それでは、最後になりますけど、キャピタルインサイトを通って最後中谷の方に行きたいと思います。こっちから行こうかな。カーディーラーの横を通ってここはキャピタルインサイトですね。ここから入って正面玄関なんですが、右手側奥と、左手側奥に、エスカレーターがあります。で、ここの裏側にもこういったちょっとした部屋があったりして、従業員の休憩所ですかねみたいなのがあって、この裏側に通路があったりして、で、左側のエスカレーターの手元この裏から1階の裏口側に出れます。で、このエスカレーターを上がって
左側は、止まっ行き止まりになってますね。この裏手側が会議室みたいなのがあって、空いてるところなんかはちょっとしたものがルートで取れますね。で、逆側に歩いていくと、右手側のエスカレーターがあって、こっち側は右上に上がる道があります。ここを上がると、ドアを開けて、ここに左側に2つ部屋があります。ここはPC とかが結構いっぱい転がってる部屋ですね。ただまあ外から見えやすいんで注意が必要なんですが、で、あそこが中谷のビルです。で、もう一つの部屋の方、ここも PC が結構転がってるんですけど、ここの奥に、グレネードランチャーがあって、ここも同じように操作できて、ドカーン、ドカーンみたいな感じで撃つことができます。これもなんかタスクであったように記憶してますね。はい。で、ここはまあ、ファーストフードの裏手口があって、いろいろ食品類が落ちてることがありますね。はい。ここは行き止まりです。エレベーターの内部とかがあったりして。はい。以上が、キャピタルインサイトの内部でした。すごいざっくりしてますけどね。何回も来るうちに覚えると思います。はい、ここまでで、基本的にビルの内部に構造物、入れる構造物があるのは、ここまででした。はい、ってことで、では、中谷の方に行って、脱出することにしましょう。どこかって。脱出するって。こんな感じで通路を通って、この動画ではここからエクストラクトするのは初めてかな。この辺から脱出ができて、実はここにコンテナがあって、レベルが上がってれば中身が取れるっていうやつなんですけどね。はい、それでは最後ですね、地下の通路について、ご説明していきたいと思います。今回は、順番にですね、1番の入り口から入って、ここですね。1番から入って、ぐるっと回って、ここに出て、それから、周りの状況を確認した上で、左に入って、ここを確認して、戻って、で、ここにトラック止まってるんですけど、こっちのトラックとこっちに止まってるトラックが非常に紛らわしいので、まあ、違いであったりとかについて説明しながら、2番の通路を上がって確認をして、2番に上がってですね。で、戻って、今度はここにあるくぼみを確認して、ここにあるくぼみも確認して、3番、ここですね。の、出入り口を一応見て、で、ここを通って、4番、まあ、どっちからか入って、4番の入り口のところまで出て、で、最後に5番、こっちですね。
に出るっていうような感じで、地下の通路のご案内をしていこうと思います。もう少しなので皆さんお付き合いくださればと思いますのでよろしくお願いします。はい、マップの方でご案内した通りですね、1番の入り口から入って順番に2番、3番、4番、5番と、地下通路について、ご案内していきたいと思います。何度もお見せした通り1番の入り口ですねから入っていこうと思います。こんな感じでヘアピンターンみたいになってて、ここから入れますよってなってます。ちょっと遠目で見ると分かりにくいんですよね。隠れてるっぽく見えるんで、このアスファルトを押す機械の裏側に通路があるような感じで、こっち側はなんか塞がれてるような感じですねになってます。バリケードが張ってあったりとかして、で、こっち側から見ると左手にちょっと奥まったところがあって、ここには結構な確率でカバンがあったりとか、死体くんが落ちてたりとかします。で、戻っていくと、あそこにライトがつきっぱなしの車というかトラックがあって、この中に入るところがあるんですけど、これ、ちょっとこれ、後で4番の出入り口のところも見ていただくんですが、このドアの見た目といい、トラックの配置といい、悪意を感じるほど似てるんですよね。で、まあ、どっちで湧いたかよくわからんみたいな状態の時に、このトラックの裏見て、あそこ人が死んでる輪で、ここに通路が向こう側に行けないので、それで見分けたりします。あとは、ここドア開けた時に通路がこんな風な形になってれば、ここ書いてある通り、スカイサイドのビルの方、2番の入り口って形になってますね。一応上まで上がってみますね。こんな感じで、ここは階段見分けがつかないと思うんですが、こんな風に上がったら、ノールートってここに書いてあって、ここが ASAP のワイナリーの裏口ですね。ここがスカイサイドの表玄関側です。じゃあ元戻りまして、はい、ここ出て、あのトラックの後ろ探って、こういうところにルートがあってですね。で、あっち側にちょっとくぼんだ、マップでもお見せした通り、ちょっとくぼんだところがあって、ここに箱が3つぐらい多いときは並んでます。結構ここにいろいろいいものが落ちてたりもするので、本番だったら欲しいけど、練習モードだから取っても意味ないわ。はい。こんな感じで、ルートができて、であそこが3番の出入り口のとこなんですけど、そこの手前にこういったところがあって、服も、2着かかってる服もこうやってルートができます。
はい。で、ここが3番のところに通じる通路ですね。で、ここで湧くことがあるんで、ここでこういう感じで湧くことがあるんで、ちょっと注意が必要かもしれませんね。この辺かな？どこここってなること多いんで。ここが3番の出入り口のとこです。っていう感じで、これらのトレーラーの裏側に、なんか電気がつきっぱなしの車がいて、ここから出るときはちょっとこう警戒した方がいいかもしれませんね。ここから撃ってくるやついるんで。はい。あまり僕通らないんですけど、こことか、こういったところとかに、物が湧くことがあるみたいです。僕あんまり、ここはスルーしますけどね。これ、ダメだな。なんか落ちてるもんがルート品なのかよくわかんない。こういうところとかもあるし。ただ、結構ここで PMC と遭遇したりすると厄介なので、まあ、そこはあれですね。で、さっき言った4番、ここエンパイアなんですけど、ここ4番のこのトラックの配置が、こっちは電気がついてねえんかって話なんですけど、トラックとドアの配置がどうなんてぐらい似てるんですよね。まあ、ここ見れば、あ、エンパイア側なんだってわかるんですけど、ちょっと覚えるのがちょっと大変かもしれないんで、どっちか迷ったら、参考にしてみてください。で、トラックの後ろ側は、こんな感じの通路になっていて、あそこにドアがあって、で、こっち側のドアは、こういう感じでつながってますって形です。こんな感じでね。エンパイアビジネスセンターっていうのが正式の名前なのかな。ここを上まで上がりきると、ここが銀行の裏口。ここがエンパイアの表口。ってな具合になってます。はい。はい。では、トラックの裏口の方から出て、今度はこっち側ですね。ここが行き止まりになってて、ここにコンテナがあって、ここに死体が入ってて、で、まあ、ルートできたり、ここにバック湧いたり、ここにバック湧いたり、結構ルートがありますね。で、コンテナに向かって右手に、あそこに、5番の、入り口があります。こういったところに脇があったりして。で、この階段があると、ちょっとこう階段の見た目が違いますよね。なんかこじゃれた草がこう生い茂ってるようなオブジェがあって、ここを1階まで上がると、フュージョンの1階のここに出ます。ここね、給湯室がこの横にある。オフィスがここにある。ここに出てきます。
これレストランの通用口ですね。なので、地上で見ると分かりやすいんですけど、ここフュージョンで、レストランが1階、2階ってありますよね。で、ここの、どこになるんだろうな。下から見上げたことないな、あんまり。多分、この辺この辺まあ、この辺り、これ辺りのどっかが、エンパイアの、上の階の方で、まあ、地上にうじゃうじゃ人がいて、向こう側に渡りたいってなった時に、ここを迂回して、地下迂回して、4番に入るっていうのも一つ手ではありますね。はい。1番から5番までです。8番出口じゃないけど、間違い探しみたいな感じで覚えてしまえば、そこまで迷うこともないのかなっていう気がしますね。はい。じゃあまあ、これで、一通りマップの説明は終わりといたします。ここまで見ていただいた方、どうもありがとうございました。今後も他のマップ、というか僕の勉強のためにも他のマップの、動画も出していこうと思っていますので、もし、ご支援していただける方おいででしたら、いいねボタンとかチャンネル登録とかしていただければと思います。よろしくお願いいたします。で、この動画の後にですね、実は間違って、これ今練習モードで敵いないモードにしてるんですけど、間違って普通のレイドしちゃったんですよ。まあ PVE ではあるんですけど、普通のレイドしちゃって、練習モードで始めてるつもりで、録画を開始して、さあ、いざ、解説の動画撮り始めようねって思って始めたら、なんか敵がひょろっと出てきてこれ練習モードになってないわっていうのがあったんで、そっちの方は、なんていうんでしょう、おまけみたいな感じで、出そうと思います。戦闘とかがあると、話してる方も、聞いてる方もちょっと情報量多すぎて、マップの解説にならないと思ったんで、そっちはちょっと後ろの方に寄せて、なんでマップの解説はここまでで、あとはちょろっとした戦闘の拙いながらもね、生き残る戦闘のコツであったりだとか、あとこの動画を作った経緯とか、そういったのを含めて、末尾につけておきますので、もしよろしければですね、お前こんな偉そうなことを言ってるけど、ちゃんと戦えるんかって疑う方も多いでたと思うんで、そういうのも含めて、動画見てくださったら嬉しいと思います。はい。では、ここで本編、マップ解説戦は終わらせていただきます。どうも。改めましてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。では、失礼いたします。はい、では、マップでご案内した通り、おーい。
敵が出る設定にしてしまったわ。まあもしこれ最後までいけるようだったらこのまま地下のあれだな、よろしくないな。仕方ないか。最後までこのレイドやりきりましょうかね。間違っちゃったんで。はい。こういうな。パリパリはどこ行った？はい。めんどくさいわ。スキャップだし。2番の通路から下に行って、これなんかいいヘルメットつけてんな。タンクヘルメット、いいね。上から近づいてきてるやつがいるな。よいしょ。2番の通路通って、帰りましょうかね。せっかく来たからルートもしていこうかな。エリックス。BP なんか持ってやがる。これタスクでラグマに渡さなきゃいけないんだった。BP だよな。初めは僕も全然怖くてできなかったんですけど、これPVE なんですけどね、僕が主にやってるのは。今後機会があったら、PVP の方にも対戦の方にもやっていけたらなと思うんですけど、地図が分かるようになったらある程度右だったっけ、焦らずにできるようになるので、グラウンドゼロは特に敵がそんなに強くないからですね。本当はしゃがって取ったりした方がいいんでしょうけど。これはあれか。カバンに換算しないのか。こういうところでしっかりアイテムを探って、今は高額なものしか拾わなくなってきてるのであれですけどね。はい、こっち側の
のここにの服にもなんか物が入ってますよ。はじめはアイテムなんかも何を取ったらいいのか何がどうなのかも分かんなかったんですけど、ちょっとずつやっていけば慣れるので、何が必要だとか自然と頭の中に入ってくるようになるんですね。このまま、4番のエンパイアの方に行って、そこの上からちょっと上の方でちょっと経験値でも稼いでいきましょうかね。でもグラウンドゼロでも PMC は湧くので、注意は必要です。でもまあ PMC もそこまでめちゃくちゃ強いってわけではないから、こうやって一応安全確認してからルートしましょうねってやつなんですけど。ウォーターフィルターだった。ナイス。人が歩いてんな。弾切れ起こした。ビビった。弾切れてた。あ、そっか。あれか。録画するからって気抜いて弾込めしてなかった。24発ぐらいしか入ってなかったわ。まあ今みたいな環境でも相手がスカブであればそんなに焦ることないので、おるやろお前らとか。まあ気にせず上に上がりましょうかね。まあここまで見ていただいてる方なので、多分今後やっていこうって思っていただいてる方が多いんじゃないかなと思うので、ご説明するとですね、戦闘が非常に楽になるやり方があるのはあります。ショルダートランジションっていうのがあるんですけど、要は右肩から左肩に、持ち手を変えるっていうのがあります。ちょっとこのルート終わってからにしますね。ラブの鍵入れっぱなしだったわ。ブラックカードも入れっぱなしだったわ。ユーロは入るだろう。はい。ショルダートランジション。今、右肩を中心に持ってますけど、左肩を中心に持つような感じのことができます。で、こういった影で左肩を露出させた状態で敵を見るときに、体が全部露出しないんで、非常に怪我しにくくなるってやつですね。で、さらにリーンって言ってキーを割り当てると、こういう感じで頭だけ出すことができます。これするともうほぼほぼPVC であれば怪我を致命傷を得ることが少なくなってくるので、
これはもし今からやられるっていう人であれば知っといた方がいいかなと思いますね。これはマップ外の話になるんで、ここまで見ていただいた方へのボーナスなんですけど、僕もそんなうまいわけじゃないんでね。これは出してた方がいいかな。OK。こういったところ拾いつつ、音がしないな。ユーティリティキーがあるな。ユーティリティって多分下の銀行のやつだよな。鍵の種類が多すぎてちょっと覚えきれないんですよね。コピー用紙なんかはすごい重宝しますね。PC 探って、PC の中身ないんで、ジュースも取って、バッテリーはいらなくて、いないな。他外から狙われちゃうんでね。おお、GPU 出たぞ。マジか。これは死ねないな。死んでいいようにパウチに入れとこう。これ今集めてるんですよね。外に警戒しつついなさそうなんで、PS はもらっとこうか。武器の種類とか、弾薬の種類とか、そういったのに関しては、ノートで記事を出してるので、もしよろしければ、リンクを貼っておくので、参考にしていただければと思います。敵いるんだよな。さっき殺したもん。こうやれば。今人いましたね。一人。この辺に人いなかったか。死んじゃったか。これ撃つとここが狙われるようになるっていうですね。敵を呼びたい時とかなんかに使うみたいですね。PMC がやたら少ないように見えるな。僕まだ言うてあら動かなくなった。言うてまだそんなプレイしてないので、まだマップも全部覚えてないですし、ただここまで装備が良くなってたりとかするのは、純粋に一緒に遊んでくれるツインさんがめちゃくちゃ支援してくれるからで、そもそもツインさんが誘ってくれてこのゲーム始めたんですけどね。まだだ。真ん中立ってみようか。ここにいるよ。ここにいるが。
なんで僕も初めっていうか今でもそんなに詳しいわけでもなんでもないんですが、せっかくその友達がいて助けてくれて、そのおかげで覚えれるようになったので、まあそれで得た知識を他の人も使えるようにできたらなっていう思いで今回の動画にしました。本当はね、あまり考えずに、出口の動画出せば多分見る人もいるだろうぐらいのつもりで出したんですけど、この動画の初めにお話しした通り、一つの動画に動かんよって言われた動画があって、コメントが入った動画があって、ほんで思ったんですよね。このゲーム本当教えてくれる人がいなかったらほぼほぼ完全に積んでるみたいな感じになるので、自分で調べるにしてもネットの情報がどこまで信じれるのかとか、書いてあることがうまく動かなかったりとかもする。あ、死んだ。なんで友達いるとかいないとかも含めてですけど、そうい買ったけどこれどうやって進めたらいいのかわかんないとか、ここどういう風に考えたらいいのかとか、僕もツインさんばかりじゃなくて他の人に他の人の動画とか参考にして勉強したりもしたんですけど、これやってる人、もう解説するぐらいの人ってあれなんですよね。うまくなりすぎてて、あまり細かく理解せずにこれやったらこうなるっていう経験でね、なんていうのかな、話をされる人が多いので、正直わかんないことが多いんですよね。説明が早すぎてわからんとかですね。ほんと結構解説動画なのに解説が難しいみたいなことが多かったので、できるだけそこをですね、わかりやすいように今後もマップであったりとか、もしコメントいただけて要望があったら、医療器具の内容とかですね、もう動画にしてきちんとした動画にしてやっていこうかなって、思ってます。中谷か。GPU もあるし、どうしよっかな。どっちから変えろうかな。中谷に行くのはちょっと GPU 以外はそうでもないけど、せっかくなんでね。
まあそういった関係でできるだけ丁寧な分かりやすい動画を作っていこうと思うので、本当にここまで見てくださってありがとうございますですし、俺以外の何事もないんですが、もしそういった、動画を今後もご支援くださるという方がおいででしたら、この動画にいいねボタンとか、チャンネル登録とかしていただければと思います。と、まあスペシャルサンクスとしてね、ここまで、成長するまでにほぼ毎晩のように付き合ってくれたツインさんに、お礼を、ここで言っておきたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。再度になりますが、いいねボタンとかチャンネル登録とかしていただけると、励みになりますのでよろしくお願いします。あと今後はプロジェクトゾンボイドもビルド42のアンステーブルが、落ち着いてきたら、再開しようと思ってます。こっちの方もね難しいゲームなので、まあ誰かしかの教えになればと思って、動画を作っていくことになると思いますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。